おまけ動画10感激の感想シリーズ。孤独なウサギたちは終夜バツバツされる夢を見る。あしょーい。今回は飯村さんが感激の感想シリーズ担当ということで、はい、お願いします。はい、今回ですね、役者仲間であり愛すべき兄貴であり、僕は陽さんと呼んで一方的に仲良くさせていただいている小田陽介さんから、お知らせをいただきまして、君のアトリエさんの第3回本公演、孤独なウサギたちは終夜バツバツされる夢を見るという舞台を見てきました。はい。こちらはですね、王子にあります王子小劇場という劇場でね、今週って言ってももうあれか、これが世に出る頃には終わっちゃってたりするのかな。まずね、はい、セットがすごかった。すごかったっていうのは、すごいセットっていうとどんなセットを思い浮かべます？一般的な感覚で言うなら、それでいいそれでいい。きらびやか、派手かな。違うんだな。いや違うんだよ。だってほら、私の好みで言うと違ったものになっちゃうから。はい、なんですごかったっていう表現をしたかというと、セット自体すごく抽象的なセットなんですよ。好きですね。舞台上にですね、箱が置いてあって、天井から白いゴム紐みたいなのがその箱に向かっていっぱい何本も伸びてるゴム紐のカーテンみたいな感じになってるんですね。はいはいはい。言っちゃえば。で、それが舞台の真ん中にドーンとあって、パネルが立ってるわけでもなく。さあ、ここで問題です。はい。西田さんは舞台上に壁を作るとしたらどうしますか？ある程度いいんじゃないですか？もう何もなしで、もう役者に頑張れ、そこには壁があるっていう精神論。いや、なんかさ、違うの。だからその私に通ってるのが一般的な感覚なのか、私がやるときどうするのかみたいな、どっちなのかな。西田さん感覚でいいですよ。だって私いつも壁作んないでしょ。まあそもそもうちも抽象的な美術だから、マイクがあってある程度エリアっていうのが固定されるじゃない。物理的な壁としてはあんまり必要じゃないから、ちょめちょめフィールドとして。そうね。そう、一般的には多分舞台上に壁作るっていうと、一番楽なのはパネル立てること、もしくはその幕をつること。そうだね。それをですね、今回このセット、この何本も張ったゴム紐でその壁だったりとかを表現したりとか。なんかちょっと分かった。今おしゃれな部屋にあるカーテンみたいな感じ。そうあんなビジュアルをイメージしていただけると。なるほどね。それがボックスに何本もこうくっついてるんですね。天井から。天井からボックスにくっついてる。だから下のボックスをスライドさせることによって、そのゴム紐はいろんな角度に引っ張れるわけなんです。面白い。すごい。それでいろいろこのシーンの場面をね変えていくっていう手法を取った舞台だったんですけども、これがまたシンプルなんだけど、照明との調和ですごくいろんな違う場所に見える不思議。これすげえなと思って。パネル立てちゃうとさ、そこ固定になっちゃうじゃん。そう、どうしてもね、そのパネルありきの世界になっちゃうし。で、ゴム紐にすることによって移動ができるんだね。で、あとそのゴム紐だから、そのゴム紐の間割って出てこれるんですよ。なるほど。そういう使い方もあって、これ今までありそうでなかったなと思って。いいな、やってみたい。ボックスにつけて移動させて、見た目を変えるって発想は正直なかったのね、私。その似たような上からこういっぱい糸みたいなの垂らしてっていうのは考えたことがあって、でマイクの周りをぐるっと囲ってみたいな、見えねえじゃんみたいな。見えねえだろうって今おっしゃいましたけど、そう見えなくすることもできるんですよ。でも人が通ったら分かるんだよね。ある程度分かります、そりゃ。だからもうそこも含めての見せ物ってことでしょ。昔僕も似たようなことやったことあるんですけども。そうなの？出演者が殺すっていうのかな、自分を殺して全く無の状態でこうスッスッとステージを転換していく、あれに近い手法をとってまして、半殺す的な、そのシーンの前に出てきてセットを次のシーンに転換してそのまま次のシーンみたいな、そんなやり方もしてましたね。だからああいう集団行動的な舞台久しぶりに見たなと思って。なんかね、そういうやり方するとさ、テンポ良くなるじゃない。暗転を使う使わないのさ、派閥ってあるじゃない、演劇界でもありますね。いや、使い方だとは思うんだよ、暗転だって。何でもかんでも暗転じゃなくって、意味のある暗転だったらいいと思ってるんだけど、テンポよくしたいところはやっぱそういうね、暗転を使わずにパッパってこう次の人が出てきてっていうやり方をした方が、いいよね、見てる側はね。セットの話でだいぶ盛り上がってしまいましたがこれさ、バツバツの意味って聞いていいの？バツバツの意味は最後まで結局明確にはされません。そうなんだ。おのおの思うバツバツが最終的にはあるんじゃないかなっていう。
飯村さんはどう思ったんですか？僕このバツバツは愛です。へえ。多分この結末っていうか、これにたどり着くお客さんがおそらく一番多いんじゃないかなって思うんですけども、このバツバツの意味は、孤独なウサギたちは終夜愛される夢を見る。でもさ、このフライヤーのさ、あらすじのところだとさ、このバツバツが愛だとうまくいかないと思うんだけど。なぜなら彼はバツバツだから、ヒロインムツキもまたバツバツだは愛だと、うまくいかなくない？このバツバツとタイトルのバツバツは多分違います。ああ、そうなの、はい、なんかさ、終夜バツバツされる夢を見るだからさ、ちょっとだけエッチい話なのかなって思ってたんだけど、多分そういう方向に行くんじゃないかなと思ってましたあ、違う、そのなんか、いや、半分今下水気持ちで言ったけど、半分は割と真面目にさ、あらすじ見た感じもそんなに明るい話じゃないのかなと思ったから。そんなに明るい話ではないです。クライムサスペンス、サイコスリラーな部分も含んでるかなっていうのが個人的なあれかな。まあかいつまんで言っていくと、まあこのお話、その主人公と、主人公の死んじゃった恋人を取り巻く人間たちのなんか繰り広げるいろんなお話なんですけども、主人公とその女の子中心なのかと思いきや、途中からちょっと見方が変わってきて、見方っていうか見せ方が変わってきて、ここまで主人公目線でしたっていうのを違う登場人物の目線でまた始まったりする。それって最後まで終わってもう一回っていうことじゃなくって、ちょっと戻って違う視点みたいな。そう戻ったりとかして、だから時間軸がちょっとだけ戻ったりとか、同時進行になったりとか。宮部みゆきのさ、模倣犯みたいだね。全然わかんない。ここで例のセットですよ。箱とゴム紐、あれを転換させてステージを180度別目線にする、要は二面客席のいきなり反対側に飛んだ感じ、後ろから見た形になるってこと？そうだからそれも相まってね、なんて使い勝手のいいゴム紐なんだだからあれでしょ、そういうやり方で作品を見せていくってことは、つまり、最初に見せた側では分からなかったというか、こっちではこういう意図があるんだよみたいな、正義の反対も正義みたいなそういうことでしょ多分。この時ドアの外では実はこんなこと行われてましたよみたいなのを、だから結構群像劇に近い、決してその主人公と恋人だけが中心じゃないっていう、みんなそれぞれがそれぞれちゃんと理由があるもとでそういう行動、そういうセリフを吐いていると、っていうのがすごくしっかりわかる作品作りだなと思いましたね。いや素晴らしいね。群像劇ってやっぱすごく難しくって、私はあんまり書けないんですけど、私は結構主人公一強型じゃん、書くのは。そうね。結局全員に無理やり花を持たせようとしたらそれはそれでつまんない話になっちゃうし、だからといってなんかみんながそれぞれ見せ場がないとそれもそれでじゃあねそのキャラクターの意味ってなっちゃうから、バランスがすごく難しいじゃない群像劇って、だからなんか今日の飯村さんのテンションを見るになんかすごく面白かったんだろうなってことは肌感でわかるんだけど、作品内容とかね、セットもそうだし照明もそうだし、なんか全体でしっかり世界観作り上げてるっていう感じはすごく好みではありましたね。あと聞いてて思うのはやっぱ美術に力入れてるっていうのが私はすごく素敵だなと思ってて、今ねやっぱり大変ですから。大変ですからね、お金が美術ってそこでゴム紐に目をつけたってすごいな。そうやっぱ木が高いから今、なんか裏の話めっちゃしちゃうけど木が高いからちょっとね失礼なお話になっちゃうんですけども、ちょっとスタッフかじってる2人の話ということで、ものすごくコスパのいい舞台だなセットだな。いやコスパっていうかさ、木だとできない表現ができるわけじゃんゴムだと、だからその単純なコスパっていう話ではないと思うよでも、だからあれはしっかりゴム紐である意味がしっかりあるんですけども、下世話な話をすると安く済むのかな。でもねちゃんとした美術さんってそういう風にしてくれるよ、こういうイメージでやりましょうかみたいな話になった時に、それを実現するにはどうやったらコストを抑えてかつ見栄えがよくできるかってことをすごい考えてくれるから、だからこのコストを抑えてっていうやり方は本当にプロの仕事だなって私は思うよ、多角的な視点で見せるために最良の美術だと思いましたね、あれはね、本当で。また多角的な視点で群像劇ではあるんだけど、結局執着する先がその主人公ないし主人公の恋人にみんな結局行き着くと、ちゃんと戻ってくるわけね。みんなそいつらのことが好きなのよ要は、ただこのお話すごく悲しいなと思ったのが、主人公と恋人だけは両思いなんだけど、そこに繋がる矢印は全部一方通行。
その2人に向けられたものは一方通行ってことね。しかも周りがそれぞれ向けてるわけじゃなくて、こいつはこいつが好きだけどこいつはこいつが好きだけどこいつは主人公が好きみたいな。ああ、矢印が一本になっちゃってるパターン、ね、そう呪術つなぎになってる。ああ、そう、そんな人間模様もねいろいろありきで、やっぱり明るいお話じゃないから終始で明かりもちょっと暗めな感じでいいねこの暗い話好きな変態女でっていう風になっちゃうかもしれないけど、だからこれね僕は失敗したなと思ったのが、僕じゃなくて西田さんが見に来た方が良かったんじゃないかなと思って。いやーでもそうするとまたさ感想大変になっちゃうよきっとあとあれですね、むっちゃんが出てますね。むっちゃん出てますよ。こないだ会えなかったからさ、むっちゃんって言って誰だか分かんないくるるぎむっちゃん、はい、くるるぎむっつさんですね女優さんです。名前だけだとどっちか分かんないから可愛らしい女優さんです。可愛い、本当に可愛い。むっちゃんはどうだった？むっちゃんはね最初の方なんかいまいち目立たないかませ犬的なキャラなのかなと思ってたんだけど最後にね輝くタイプだった。ああそうなんだ、最後にしっかり輝く、いやなかなかねあんなむっちゃんを見ることもそうそうないんじゃないかな。ああそうなんだ、ようさんははい、小田洋介さんはこれ僕個人的にやられたなって思いました。お知らせの時点でようさんから一切情報をもらってなかったんですよ。中身のね、中身もそうだしようさんがどんな役なのか。ようさんね刑事の役ですあらーって思って、それはなんでかっていうと、僕とようさんの初対面がですね共演させていただいたんですけども、その時の役どころがようさんなんかよくわかんない怪しいキョンシーで、僕刑事なんですね。もうゼロ距離のガンの垂れ合いでバチバチにやり合ってたんですけど、そうなの、だからあそこのカップリングが成立していると私はすごい思っていたんだけど、なので今回ようさんが刑事の役をやってることに僕は個人的にすごく腹抱えて笑いたかったなんで笑うのあんなに警察は嫌いなんですって言ってたのにああ、そういうメタ的な話ね。その舞台上だけじゃなくってさ、一応直接もさお会いしたことがあるからさ、雰囲気的には絶対さ刑事側の人だよね。だって今回かっこよかったっすよただねあんまり戦わなかった。ああそっか。そう、ようさんといえばもう人に戦い方、蹴り技のワークショップを開いて蹴り方を教えてるぐらいのプロの殺し屋ですんでちょっと私さ体が硬くなかったらめっちゃ参加したいんだけどそれ武器も使えるし、ね、素手でも戦える、そんな小田洋介さんが今回ほぼ戦ってません。じゃあ本当にもう純粋に役者としてっていうことなんだね。そう、芝居の中で殴ったりとかはちょっとあるけど、だからそういう意味ではね結構レアな部類の要素を見れたのかなと思って。そうなんだ。いやかっこよかった。エロかった。なのでようさんはすごくかっこよかったです。でですね、このお話いろんな登場人物が同じセリフをモノローグする瞬間っていうのがちょいちょいあるんですよ。世界の違和感に気づいたのはっていう、この世界の違和感ってすごくキーワードだなと思ってて、ここで言う世界っていうのはすごくその大きな話じゃないんです。全く、その自分のこと、自分の世界、自分が認識できる範囲ってことでしょ。でこの違和感っていうのもその自分とそのじゃあ世界っていう大きなものを対比した時に自分がじゃあどうなのか、みんなねちょいちょいね実はどっかずれてんですよ。でそれが世界の違和感っていう言葉でいろんな登場人物のいろんな事情につながってるんだろうなっていう、でそれが皆さん見てどんなバツバツを想像するかわからないけどそこにもつながってくるのかなっていうね。愛にね。本当に愛なのかな間違ってたらごめん。でも多分ね見てる人みんな投票したらね一番多い回答は愛だと思う。はいとそんな感じで今回見た舞台を飯村の拙い視点なりにいろいろと語らせていただきました。こちらですね、おそらくこれが世に出る頃にはもう生の公演自体は終わってるんじゃないかなということなんですけども、どうやらねアーカイブ配信のご用意もございますとのことで、こちら配信の期間が2024年4月17日から、10日後の2024年4月27日までを予定しておりますとのことですね。気になる方は公式チェックしていただけると幸いです。URL 概要欄に貼っておきますので、僕の拙い説明で興味が湧いたなっていう人はぜひそちらからご購入の方をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。どうやら配信の方は推しているキャストさんがいる場合は備考欄に書くという形になっているそうなので、そこら辺もご注意くださいませ。はい、決して飯村優太とは書かないでくださいと、まあそんな感じで今回のおまけ動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次も俺のターン。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。